YouTube。はい、今日はですね、サックスでよく使うファンクフレーズということでね、ちょっとこちらについて、シェアハピしようと思います。まあ、前回、パーラメントのアルバムから、メイシオのファンクのフレーズをちょっと紹介させていただいたんですけれども、実は、もう一個紹介したいフレーズがあったんですけど、喋ってちょっと盛り上がりすぎたんで、ちょっと尺が長くなってしまったんで、泣く泣くちょっとカットした、部分を、今回はね、もう一回、ちょっと、自分で撮り直して、紹介しようかなということでございますね。サックスでよく使う、ファンクのフレーズということなんで、結構、なんかサックスならではのっていう感じのフレーズやと思うし、なんかP ファンクのアルバムから紹介してるから、メイシオがよく、結果的にっていうか、吹いてるんですけど、いろんな人が、ファンクの場面ではよく吹いてるのかなと思うので、これさえ覚えればファンクできるとか、そんな浅いもんじゃないんでね、音楽って。だからちょっとあれなんですけども、そういう技を使ってるんやみたいなことを、ちょっと、なんか知っていい、なんかシェアハピできたらなみたいな、なんかそんな動画でございます。ということで、ちょっとね、じゃあ、早速、入っていこうかなと思います。では、どうぞ。地図チャンネル。はい、お待たせしました。ということでね、ファンクの、サックスのフレーズをちょっと紹介しようかなということで、前回と、また同じ曲なんですけれども、パーラメントの Live P Funk Tour というね、このアルバムの、10曲目のドクター・ファンケンシュタインという曲からね、シェアハピさせていただこうかなと思うんですけれども、まずは音源を聞いていただこうかなと思います。6分59秒のところからちょっと再生してみますね。じゃあ行きます。はい、今の部分なんですけれども、ラーだけやんって思うかもしれないですけれども、ここがね、ちょっとキーポイントなんですけれども、ラーなんですけど、ちょっとこの丸ついてるのわかります？楽譜、ちょっとご用意させていただいたんですけれども、丸のところなんですけれども、これただのラーじゃないんですよ。でね、これ何をしてるかっていうと、この、普通のラーって、こうじゃないですか。で、丸の部分って、この下の3つ、ここ押さえてるんですよね。意味わかります？なんか、ラーを押して、ここの3つを押さえると、普通のこのラーよりも、ちょっとなんかこもった音になるんですよね。これどういうことかっていうと、これ普通のラーですよね。で、下の3つを押さえると、これもラーじゃないですか。で、この普通のラーと、こもったら、これを交互にやってる、なんか、リズミックなフレーズなんですよね。ちょっと楽譜通りになってないかもしれないですけど、よくやるのはメイシオがよくやってるんで、今回ね、このパターンをちょっと取り上げてみたんですけれども、結構ファンクだったら、いろんな人がやってると思うんですよ。ジャズではあんま聞かないですね。なんか、わかんないですけど、チャーリー・パーカーとかね、ソニースティットとか、それちょっとやってないかなって感じですよね。なんか、リーコニッツとかね、リーコニッツとか絶対やってないですけど、そんな感じで、ファンクならではの、ちょっと、フレーズというか、技みたいなところはあると思うんですよね。なんかちょっとこれをね、なんかちょっと、チーチッキチーチッキみたいな、この4ビートのジャズで、この技をすると、なんか、ちょっと、って感じはするんですけど、P ファンクみたいな、このね、ドロドロのファンクの時に、このフレーズをすると、すごい、かっこいいんじゃないかな。こういう、この指を変えて、
でやるとめっちゃかっこいいと思います。でリズムに関してもやっぱり最初の一発目のラもその裏拍からラーって言ってるし、もうこんなんねめっちゃかっこいいなってちょっと思いますね。ということでアドリブの時に結構何の音を吹いてるかみたいなところ、そこに意識が行きがちやと思うんですけれども、結構リズムが大事ということで、その、代表的なフレーズって言ったらあれですけども、ちょっとそういうのをね、一つ紹介させていただきました。はい。そういう感じで、はい。地図チャンネル。はい、いかがでしたでしょうか。このフレーズって聞いたことないですか？ファンクならではの、しかも、サックスがやるフレーズなのかなと思うので、ぜひね、ちょっとトライしてほしいのと、やっぱこうリズミックに攻めるみたいな、フレーズなんで、これはちょっとなんと言いますか、自分もちょっと難しいなって思う部分なんですけども、結構今日紹介したこれね、難くないですか？ 3 連符っていうか、あって、5連符って来て、で、次、前言ったら16分音符じゃないですか。結構、コピーするのも難しいし、私コピーしたけど、なんかずれてまうし。そこはね、きちんと、ゆっくりのテンポからしっかり、練習するのが、いいと思うし、やっぱね、思うんですけど、やっぱファンクやったら、なんか、リズムに対する意識ってちょっと変わってくるんですよね。で、それって絶対ジャズ、4ビートのジャズとかやってもいい風に生きてくると思うんですよ。そういうグルーブじゃないねんけどなって、ファンクとジャズのやっぱグルーブの違いっていうのはあったりするから、それをジャズやってる時に持ってくると、なんか合えへんなっていうのとかは、厳密ではあるんですけど、でもリズムに対する、モチベーションじゃないけど、そういうのってやっぱ上がると思うんで、たまにはこういうね、もうドロドロのファンクっていうのもね、チャレンジしてみると、面白いのかなと、いうところでございます。はい。なんかね、フレーズ紹介の部分はちょいちょいやってるんですけど、これはね、やっぱね、単にフレーズを、聞き取って、この音で吹いてるなだけじゃなくって、コードに対するアプローチなのかとか、リズムに対するアプローチなのかとか、このコードに対してこの音を使ってるんだなっていうことを知るっていうのって、すごい大事なんですね。フレーズを単に覚えるんじゃなくって、どういうアプローチなのかっていうところを、ちゃんと、汲み取るというか、そこまで考えなフレーズの耳コピって意味ないとまでは言わないですけど、なんかもったいないなってちょっと思うんで、そんなに理論とかあんまりちょっと私もねあんまちょっとアホなんでね、あんまちょっとあれなんですけど、でもそんな私でも一応アホなりにこういう音使うんやなっていうのをなんか考えたりとかするんで、頭のいい皆様ならもっと考えられると思うので、ぜひちょっとお試しいただければなと、そんな風に思います。はい、じゃあ今日は、これで終わりです。この動画が面白い、役に立ったと思っていただいた方は高評価を、チャンネル登録もよろしくね。ブイボーイ。